こんばんは。お久しぶりです。前回雑談の動画を出してからずいぶん時間が経ってしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしたか？はい。とっても久しぶりになってしまいました。えそれから、今までは添い寝雑談としていたんですけど、ずっとね、添い寝ってどこがってずっと思ってて、添い寝っぽさがあまりないなぁと思っていましてずっと。うん。なので、思い切って添い寝の部分を取りました。タイトルからね。だけど、内容は、同じなので、今まで通り聞いていただいたら嬉しいなと思います。雑談の動画としては、久しぶりなんですけど、えーサブチャンネルの方でね、ゲーム配信を時々やっていまして、ゲームをしながら雑談するっていうことは、これまでの間にも、時々していたんですけど、動画という形ではお久しぶりですね。はい。決してやめようと思っていたわけではなくて、えいろいろあってやっていなかったんですけど、またちょこちょこやっていけたらいいなと思っています。はい。で、雑談していく前に一つ最初にね、皆さんにお知らせしておきたいことがあって、えー、まず、マシュマロを、え X の方で、えーずっと募集しているんですが、募集しているというか、いつでもメッセージを送れるようにオープンにしてあるんですが、それをね、一旦閉じたいと思います。はい。これは、その何かがあったわけでは全然なくて、常にね、オープンの状態にしてあるんですけど、あまりね、たくさんメッセージが来るわけでもないし、開けている意味があまりなくなってきてるなっていうふうに感じてきていて、まあ、とりあえず一旦閉めようかなっていう感じです。はい。うん。で、最後に、マシュマロを、X と、YouTube のコミュニティでもお知らせしたかな。はい。最後に募集したのって確か夏が終わった頃だったと思うんですけど、実はね、そのマシュマロ、いただいたマシュマロに、お返事をしていません、まだ。うん。で、えっと、そんなにたくさんはいただいてなくて、で、ちょっと数があんまり少なかったので、ちょっと動画を作れなかったということもあって、それで今まで、答えずに何ヶ月も来てしまったということなんですけど、ちょっと内容的に、すごく季節感のある、質問だったので、ちょっと今答えるのも、なんか多分質問者さんも、そんなにね、答えを望んでもいないと思うし、ちょっと季節感に合わないので、あえて質問には答えないんですけど、でも、送ってくださった方
ね、すごく一緒に番組を作るような気持ちで、気を使って、送ってくださったと思うんですよね。それをすごく感じていて、あの、その最後の募集でね、送ってくださった皆さん、本当にお答えできなくて本当に申し訳ないんですけど、だけど、皆さんの気持ち、あの、しっかり受け取っていますし、本当に感謝しています。ありがとうございました。うん。それから、最後に送ってくださった方だけじゃなくて、今までの間にマシュマロにメッセージいろんな方が送ってくださったかと思うんですが、それも本当に一つ一つありがとうございました。あのなんだろう、皆さんと一緒にこの動画を作っているような感じがすごく楽しかったし、あの、皆さんと交流できること自体も、楽しかったし、なんかすごくなんだろうな、盛り上げようとしてくださってる皆さんの、愛を感じて、あの、幸せな気持ちにもなりました。本当にありがとうございました。うん。で、本当にね、これ何回も言ってるんですけど、始めた頃は本当に、あの、インターネットは地獄だと思ってたんで、それは間違いじゃないか。地獄は地獄だけど、誰にとってもね、戦場だと思ってたので、絶対に、あの、罵詈雑言というか、誹謗中傷みたいなことを、こういう活動してたら絶対に受けるなって思っていたんですけど、なんとね、マシュマロにはそういうメッセージが、マシュマロにはっていうか他でも実は来てないんですけど、マシュマロ特にね、そういう、なんていうか、不愉快なメッセージみたいなのって本当に一度も来てなくて、はい。あの、ありがたいなと思ってます。みんな優しくてね。はい。ということで、一旦マシュマロは締めさせていただきたいと思います。ただまた期間を区切ってメッセージを募集、するようなことがあるかもしれませんが、その時はまたよろしくお願いします。で、マシュマロは閉めるんですが、その代わり新しくリクエストフォームを作ろうと思っています。うん。Google フォームで作る予定なんですが、リクエストをね、シチュエーションボイスのリクエストを、募集するフォームを作ろうと思います。うん。もちろん、リクエストじゃなくて、感想、ボイスの感想とか、他のことをね、送っていただいても構わないんですけど、基本的にえーボイスのリクエストを受けたまわる場所を作りたいと思っています。うん。なのでまた皆さんのね、ご意見いろいろ聞かせてくださいね。はい。まずがこれ、一つ目のお知らせです。はい。今日は何をお話しするつもりだったっけな。ちょっと待ってください。なんかずいぶんね、急に寒くなってきて、一気に冬っていう雰囲気ですよね。もうすぐね、
クリスマスっていうこともあって、はい。なんかこもう11月に入ったぐらいから、あれですね、ハロウィンが終わったぐらいから、もう、なんだろう、街中というか、ちょっとなんかお店とか入っても、BGM がもうクリスマスで、あの、完全にクリスマスモードだなっていう感じですよね。うん。年末年始ってもう本当にどこ行っても人が多くて、年末年始というか、12月後半ぐらいから、なんとなくどこ行っても人が多くて、あのそれが、人が多いところがあんまり好きじゃないから、そういうのを避けることも多いんだけど、だけど、あのイルミネーションとかさ、クリスマスツリーで、街がキラキラしていくじゃないですか。クリスマスね。あれが、あの雰囲気は結構好きで、うん。なんか、わざわざ人が多い時に行ってみたりとかね、一回ぐらいはするんですけど、うん。あとね、なんか、私が、好きなクリスマスの雰囲気っていうのは、なんかこれも前にも言ったことあるかもしれないけど、なんか日本だと、恋人と過ごす日みたいになってしまってるけれど、もともとはね、家族で過ごす日ですよね。なんかお正月みたいな感じだと思うんだけど、その雰囲気がすごい好きで、なんだろうね、なんか例えば、えーっと、ホームアローンみたいな感じ日本でもね、クリスマス時期になるとよくやってますよね。ホームアローン。映画のホームアローン。あれは、ドタバタコメディですけど、なんやかんやあって、最後にクリスマスの日に家族ちゃんと集まれてよかったねっていう話じゃないですか。なんかバラバラの家族が、クリスマスの日は集まって、みんなで過ごすみたいな雰囲気の、なんか、すごく幸せそうな雰囲気が、なんか結構好きで、うん。最近ね、ああいう映画最近の映画ではあんまりないですけど、いかにもね、90年代の映画っていう感じですけど、でもなんか好きですね。なんか、お正月、日本のお正月も、こう、例えば家族がね、実家にみんな帰ってきて、家族が集まる時間みたいな、同じような感じなんだけど、なんだろうね、なんかクリスマスのあの雰囲気とはまた違うじゃないですか。うん。だからなんかなんかいろいろあったけど、えー、家族集まって、一緒にディナー食べられてよかったね、みたいな。あれがね、すごく好きですね。うん。そう。だからね、あのなんかクリスマスに恋人と過ごす必要とか全くなくて、別に恋人でもいいんですけど、恋人でもいいし、家族でもいいし、友達でもいいし、自分が大事だと思う人たちと一緒に過ごせたら、いいじゃないですか。うん。
で、もちろんね、クリスマスだからといって、クリスマスらしく過ごす必要もないわけで、私もね、いつも通り仕事してる日だと思うから、あの、何かこう、なんだろうな、周りを見て、こう、暗い気持ちになる必要は全くないんです。うん。はい。あの、せっかくだから、クリスマス映画の話をしようと思って、すごく考えたんだけど、結局ね、ホームアローンしか出てこなくて、なんか全然ね、クリスマス映画らしいクリスマス映画を見てないなーっていうことに気づきました。なんか、基本的にね、なんかホラーとかサスペンスとかさ、なんかそういうのばっかり見てるから、はい。まあそんな感じでね、あの、もうクリスマス、お正月、もうあっという間に近づいてきてしまいましたけどね、あのーみんな体崩さないようにしましょうね。うん。はい。あ、で、まあ、今日はね、もう一つ、こう、聞いてほしい話があって、まあ、聞いてほしいというか、聞いてみたいことがあって、ね、例えば、すごく仲のいい友達がいるとするじゃないですか。うん。よく遊ぶ、仲のいい友達ね。で、えっと、一緒に会って遊んでるときは、めちゃくちゃ楽しくてお互いに。で、また遊ぼうね、みたいなこともね、あの、言われたりとか、言ったりとかする感じですごく、こう、いいんだけど、でも、なんだろう。いつもね、誘うのが自分からばっかりで、相手から誘われることがほとんどないと。こういう状況って皆さんありません？ある？あのね、あるんですよ。私には。うん。で、なんかこう、遊んでるといい感じなのに、絶対に向こうから誘ってこないっていうことが長いこと続いていて、なんかね、そうなると、もしかして遊びたくないのかなって、だんだん思えてきちゃって、これどう思いますか？考えすぎかな？ねえ。まあ、うーんと、女性同士のこの人間関係と、男性同士の人間関係と、えっと、男女の人間関係と全然違うと思うから、それにもよると思うんですけど、私の場合は女性同士の人間関係ですね。そう、だから例えば男同士だと、どうなるかわかんないんだけど、なんかね、本当にいつも私ばかりが誘っていて、で、しばらくはね、なんとも思わないかったの。なんとも思わなくて、で、向こうがちょっと忙しいのが分かってたから、あとね、一つの要因としては、向こうのなんか、こう、仕事がちょっと割と不規則で、
例えば2週間先とか3週間先とかの予定が見通せないことがあるみたいなんですよね。そうそうそう。だから、こう、誘いづらいのかなっていうのも一つあるんだけど、で、まあ、最初はね、あの、全然向こうから誘ってこなくても、なんとも思わなかったんだけど、なんかだんだんさ、私も、あれなんか全然向こうから誘ってこなくないって思い始めて、で、それだけだったらね、まだね、良かったんですよ、別に。なんかちょっとした決定打みたいのが、決定打っていうか、って思ったのは、最近ね、また、しばらく会ってなかったから、遊びたいなと思って、誘ったんですよ、こっちからね。そしたら、うーんと、なんて言ったっけな。なんか、何日と何日どうみたいな感じで、少し先の予定を聞いたんですよね。何日か何日あたりどうって聞いたら、あの、大丈夫だよって帰ってきたんだけど、大丈夫だよってさ、日にちをね、教えてほしいわけ。決めてほしいというか、教えてほしいというかさ、こっちはさ、こう、いくつか候補出してるんだけど、大丈夫だよって言うんだけど、何日がいいとか、別にどっちでもいいとかさ、そういうこと何も、こう、日程を決定するのになんかちょっと消極的で、少しね。で、わからないから決めたくないのかなとか、なんか積極的に決める雰囲気じゃない感じを、なんか、感じ取ったから、じゃあとりあえずこの辺っていうことにしといて、まあ近くなったら決めよっかみたいな風にして、まあそれで話終わっちゃったんだけど、なんか、あんまり向こうが乗り気じゃなかったから、なんかね、こうスッてこう、ちょっと冷めてしまったというか、まあ冷めたっていうか、なんか遊びたくないのかなっていうなんかこう疑念が生まれてしまったんですよね。で、これね、どう思います？どう思う？細かいこと気にしすぎかな。うーん。あとさ、もう一つさ、こう、向こうが誘ってこないのは、多分私が誘ってくるのに甘えてるのがあるのかなって、あの、思うんですよね。まあ、ほら、よく誘ってくれる人って大体決まってくるじゃないですか。で、まあ私もさ、実は人を誘うのってあんまり得意じゃないから、場合によってはそんな積極的にやらないんだけど、うん、そう。だからなんかこう、こっちが誘うっていう、流れがもうできちゃってるから、だから向こうは何も言ってこないだけで、何の、悪気も何もないっていう可能性もありますよね。うん。どうなんだろう。例えば男同士の友達関係でもこういうことあるのかな。なんか、勝手なイメージでは全然そういうこと気にしなさそうだけど。ね。そう、だから、まあだから現状としては、遊ぶ約束を一応してるけど、日にちが決まってなくて、
保留みたいな感じになってるって感じ。なんか、ちょっと私もめんどくさくなっちゃって。ねえ、なんかね。はい。まあ考えすぎなのかもしれないね。うん。なんかこうみんなにもそういうことを思う時があるのかどうかちょっと聞いてみたかった。うん。なんかご意見あったら教えてください。ちょっとね、いろんな人に聞いてみたい話でした。しょうもないでしょ。多分さ、でもこれもイメージだけど、多分、こなんだろう、なんて言ったらいいかな。特に男の人にとっては、なんだろう、こういう細かい、非常に細かいさ、なんか、こ人間関係の、いざこざっていうほどのことじゃないんだけどさ、みたいなことって本当に考えないと思うし、全然興味ない、しょうもない話にしか聞こえないと思うんだけど、うーん、でも、眠くなったでしょそれで。しょうもなすぎて眠くなってきたでしょ、うん、興味のない話をね、延々と聞き続けることが一番眠くなりますから。まあそんな感じで、ちょっと今日はこのぐらいにしましょうかね。はい。最後まで聞いてくださってありがとうございました。なんか、作業用として聞いてくださってる方とかもいるそうで、すごく嬉しいです。私も作業用で雑談とかね、ラジオみたいな、ポッドキャストみたいなのを聞くの大好きなんで、あの、そういう風に使ってもらえてることすごく嬉しいです。はい。ありがとう。じゃ、また、次回お会いしましょう。ゆっくりおやすみなさい。バイバーイ。